はい、こんにちは。今回はね、12月8日の第1弾ダウンロードコンテンツの空の残響でね、追加されたアーケードモードのね、賢者の塔でアルティマニアック難易度で S ランクを取得したプレイを公開するんですが、その前にね、少々解説をつけて動画を進めていきたいと思います。もともとね、ストーリー2周目難易度のアーケードモードにおけるファイナルファンタジーチャレンジとね、アルティマニアックの2つの難易度で17個すべてね、S ランクを取ると、ファイナルファンタジーチャレンジの場合だと王者の証で、アルティマニアックで覇者の証っていうね、取得がすごい難しいアイテムがもらえるんだけど、今回のね、ダウンロードコンテンツによるアップロードで18個目のコースの賢者の塔が追加されてね、その賢者の塔専用の王者と覇者が新しく追加されたんですよね。まあ見てみるとね、こんな感じで独立しているんですよね、これ。もともとのね、17個で覇者とか王者はもらえるんだけど、こんな感じでね、後ろの方に追加されるんですよね。この後のね、プレイ動画はね、最後にその取得シーンまで収録してありますのでお楽しみに。といった感じに、俺は今現在ね、王者、覇者、勇者の紋章、ついでに7つ星の英雄とかね、今回のダウンロードコンテンツで追加されたものを含めて全て取っているんで、今回はね、プレイ部分の前にビルド、稼ぎ方の方針をね、今分かってる段階で解説していきたいと思います。まあ、アップデートからね、紐ないので、全部が全部分かってるわけではないし、最適解ではないのかもしれないけど、それでもね、他のホースでも使えるような知識は多く持って帰ってもらえると思っております。で、その前にね、今回、賢者の塔だけと言わずに、これから覇者の証を狙おうとする人たち含めて、最初にね、極めて重要な話をしますので、ちゃんと押さえておきましょうね。それはね、やる難易度に注意ってことと、バージョンに注意、この2点ですね。Google にしろね、YouTube にしろね、出回ってる目につきやすい位置にある情報に結構欠陥があるんですよ。赤頭ハードもそうなんだけど、アーケードモードはね、2周目難易度で、なおかつ S ランク、つまりチャンピオン評価を取らないとやる意味ってないんですよ。ここはまずしっかりしとこうね。そしてアーケードモードに関してはネット上に情報がなさすぎて迷子迷走しやすいってことなんですよ。これね、よくネット上で未だにね、検索上位にね、この手のものやったけど何ももらえませんでした系の情報記事とか、内容に関してもね、7月8月くらいまでの最初期バージョンの古い情報がかなり居座ってんのが2023年12月今現在の現状なんですよね。これって簡単なアクションフォーカスとかストーリーフォーカスっていうね、1周目難易度、つまり、難易度が低くて何ももらえない、やるガチャの、ね、ノービスバージョンやってる連中だとか、ライムやってれば余裕みたいな動画とか、未だにいっぱい検索で捕まるでしょ。時間かけて逃げ回ってライムやってれば余裕みたいな情報。プレイ動画とかでも旧バージョン多いでしょ。アーケードモードってバージョン上がるたびにシステムがね、大幅変更されちゃってて、バージョンが違っちゃうともう完全に別のゲームなんですよ。なので今回のね、バージョンの時もそうだったんだけど、もう初期の頃の情報ってぶっちゃけ参考にならないんですよ。時間制限とかもついてるし、今回なんてね、倍率まで追加されてるし、基準点の高さとか、敵の挙動とかもね、なんか微妙に違ったりとかするんですよ。このね、現行バージョンとずれた情報が出回ってる現在の状態って、新しく覇者の証目指そうとする人にも障害になってしまってる大きな問題でもあるのよ。そこで、この動画をいつ見てるのか知らないけど、情報を集めるならね、その見ようとしている情報がどの難易度でどのバージョンか、いつの情報かっていうのをまず確認することを覚えて帰ってください。どのバージョンをやってるかっていうのを見ないと、検索記事とかね、プレイ動画の視聴の時間が無駄に終わるんですよ。何回も言うけど、バージョン違えばゲームが全然違うんですよ。クリアするだけならさほど問題ないんだけど、アーケードモードは2周目難易度で、なおかつ S ランク取らないとやる意味ないでしょ。だってそもそもやるのはさ、覇者の証とか王者の証が欲しいからやるんでしょ。それを取れてる側の人、自分がそういうのをできる側の強者だって認識したいからでしょ。楽しめればいいとか威嚇さえざれ言やめようぜ。この辺の認知はマジでごまかすのやめようぜ。ゲーム中にあるアイテムである以上、プレイヤーに対する立派な水準試験なのよ。所詮それができた側とできない側かの二択でしかないのよ。この辺の認識はちゃんとしようぜ。で、話はそれたんだけど、王者の証なら普通にね、大技で花火大会やってるだけでなんとなく総合評価やせチャンピオン取れたりするんだけど、アルティマニアックはどのバージョンもね、王者の時に比べて評価基準がめちゃくちゃ厳しくなるから、システム、稼ぎ方ね、それがちゃんと分かっていないと、S 評価どころか A 評価すらつかないみたいな展開になるんですよ。こんだけやって A かよみたいな。リージョンで A 評価は別にいいんだけど、これが総合評価でね、A 評価、ギャラント以下だったらすげえ切ないんですよ。賢者の塔は、マシな方だと思うけど、これがね、クリスタル自治療とか長時間コースだったら、もうその日がっくり来てね、立ち上がれないこと受け合いですよ。覇者も王者も七つ星も勇者の文字も全て取得してる上で俺の感想なんだけど、やっぱりね、アーケードモードのね、最初にして最大の壁は、毎回得点を取るためのルールが大幅に変わってしまうってことによる稼ぎ方のリサーチ作業なんですよね。とにかく情報がない。でも自分でね、トレーニングとか各コースでね、いろんなシチュエーションでいろんな技を打ってみたり試してみて、点を取れる形をね、体系化して稼ぎ方をまず把握しないとダメなんですよ。その上でクリア目指さないと、本当に総合評価 S のチャンピオンって取れないんですよ。で、前回のね、1.1 系の時も情報が全然なくてすごい苦労したんだけど、ネット上にね、1.0 系の情報ばっかりなんですよ。
きちんと自分がやってるバージョンの稼ぎ方を説明してくれてる動画だったらいいんだけど、古い情報ってもう内容が全然違うから、ぶっちゃけ参考にならないんですよ。バージョンが違えば全然稼ぎ方が違うから、前回のバージョンで余裕で S 評価が取れるようなプレイでも、今回のバージョンだと A 評価にしかならないみたいなことって普通に起こるんですよ。こんなにやったのに、まだ A なのみたいな。これはね、覇者の証を取ってる人がね、全員通ってる道です。何俺絶対やってること間違ってんだろ、これ。っていう、最初はそういうところからスタートなんですよ。なので、その動画や記事がどのバージョンをやってるかってことを確認してから見るって意識は、マストで必要なことは、情報を集める上で常に押さえておいてください。でないとね、マジで情報収集が時間の無駄に終わります。サムネとかね、タイトルにバージョンが書いていないんだったら、出た時期見た方がいいですよ。7、8月が最初期バージョンで、9月半ばがバージョン 1.1、今回のね、12月8日でバージョン 1.2 です。記事とかね、動画を見る前に、いつそれが出されたものかを確認しないと、非常に容量が悪い情報収集になるので、いつどのバージョンなのか、どの難易度でやってるのかっていう2点は必ず確認してから情報を見るようにした方がいいです。当然ね、この動画も見てる時期によっては役に立たない動画になる可能性大だよ。というのも、来年2024年の春先にね、ダウンロードコンテンツ第2弾にリバイアさんが来るらしいんだけど、その頃にもね、またシステムが今から大幅に変わってる可能性がでかいから、とにかくね、はっきりした情報があるうちに、今回扱う賢者の塔だけでなくて、その他のね、17コース含めて、覇者の証に挑もうって人がいるんだったら、もう早いうちにやった方がいいよ。難易度がね、バージョンごとに上がってるかどうかは一概に言えないけど、確実に言えるのは、どんどんやることが複雑化、煩雑化してるし、バージョンをまたぐと、また稼ぎ方のね、リサーチ作業から始めなきゃならないことが将来的にも予想されるので、攻略コンテンツも作りづらいから、ますます情報出てこなくなるだろうし、一度自分がね、稼ぎ方とかシステムを把握したバージョンのうちに一気に大急ぎで全部やりきっちゃった方がいいですよ。ではね、やっと本題に入ります。賢者の塔のね、S 評価を取得するプレイの解説ですね。ちょっとね、抽象論続いたので、具体的な要素から見ていきましょう。まず今回のね、プレイのね、賢者の塔のビルドなんですが、召喚獣はね、オーディン、シバ、ガルーダ、順番どうでもいいですね。今現在俺が調べた範囲だともうこれしかないね。他はだいぶ劣ると思う。3つともないとダメ。前回までのね、バージョンだったらヒットポイントをね、守る必要性が大きかったので、防御にね、自信がない人はガルーダをタイタンにするとかもありだったんだけど、今回のバージョンはね、アクセサリーのところで説明するけど、今までの常識を根底から覆すすごいアイテムが出たんで、体力を守る必要がないんだよね。まあ他にもね、いろいろやり方があるのかもしれないけど、俺がいろいろ試してみて、今現在プレイを作ってみた稼ぎのやり方をする上ではガルーダがポイントね。最重要がガルーダ。他はね、オーディンだけど、オーディンはね、もうオメガの最後で火力が必要なのと、各セクションのね、最後で暫定剣レベル5でとどめを刺すのに使えます。レベル5はね、虹3つで一発入れるだけで6万以上入ってすごい点数取れるんだけど、それ以上にね、ダメージがでかすぎて、ダメージに対するスコア比率が悪いんだよね。だから点数取るためには、リージョンの終わりとか、とどめにしか使えないって使用感は、バージョン同士で変わってないんだけど、ラスボスとかね、大ボスにはさすがに振り回して、もう大体そこのリージョンで S 評価は取れます。賢者のね、塔だと振り回していいのはオメガのリージョン16だけですね。あとはね、セクション終わり部分だけ、とどめか稼ぎを諦めてさっさと終わらせる時用ですね。この考え方重要で、後から話すけど、バージョン1.2スピード重要だからね。シバはもうウィルをつけてスナップで追いかけて張り付きまくるのが倍率維持に有効なのと、パーマフロストがね、何やってても展開楽になって便利なので、これも使わない理由探すのが大変ですよね。まあそんな感じですかね。で、それぞれにね、どのアビリティ回すかって話ですね。OD にね、境界転移と斬鉄乱舞、シバにね、サンダーストームとウィルオビクス、ガルーダにギガフレアと転生の炎。もうこれがいいわ。とりあえず俺が探した範囲だともうこれしかない。境界はね、いろんな作業をキャンセルしてテンポよく確実に技をつなげます。使うところはね、多すぎて説明しきれないので、この後のね、プレイ動画部分を見て参考にしてください。斬鉄乱舞はダメージスコア比が単発技1回ヒットの状態においては最も効率がいいのは前回のバージョンと変わってないですね。ただダメージがね、取れないのでね、基本的に各種ゲージが溜まるの時間稼ぎとか、そういう補助に使うんだよね。時間停止技なのと長ったらしいヒット演出があるっていうのが特徴で、この特性によってね、逆に安全に各種ゲージを回復できるし、斬鉄乱舞の真の能力っていうのは、この長ったらしいヒット演出の間に安全に考える時間が確保できるってことなんですよ。ゲージの溜まり具合を確認したりとか、赤線上の敵の数とか、位置確認したりとかって、現場のね、状況把握作業を敵の攻撃をドッチしながらとか、追いかけながらみたいなね、ながら作業でやるんじゃなくて、確認把握作業に専念できるのが何者にも代え難い長所なんですよ。斬鉄乱舞の真髄ってそこにあるので、俺のね、アーケードモードの戦略上最重要な技ですね。
3鉄乱舞なくして俺の攻略は始まらないです。次にね、サンダーストーム。これは上限付きでダメージスコア比が良くなります。ヒット数がね、5回以上で、2次1の4万点が加算されて6万点ぐらいの点数になるんですよね。この状態になればね、暫鉄乱舞より効率がいいから、当てれば当てるほど得なんですよ。逆にね、あんまり当てる回数がないような雑魚敵とかには使うかどうか微妙ですね。倍率上げるのにね、雑魚の体力を使うか、それとも撃っちゃうかで迷う場面が結構ありましたね。使いどころ考えて発射しないといけないんだけど、めんどくさいって人はね、ボスや強敵とか硬いやつに乱発してればいいってだけは覚えておきましょう。同じ特性にね、ワインドアップがあるんだけど、サンダーストームはね、ホーミング性があるから、エイムがいらないんですよ。さらにプレジションゲージもなくて楽とか、相当差がついちゃってるので、わざわざワインドアップ使う意味ってないですね。しかもワインドアップって、カス当たりとかだと点数入らなかったりするんだよね。直撃だとダメージが減りすぎるので、逆にダメージスコア比がそんなに良くないと。それとサンダーストームはね、出かかりに無敵時間があるんだよね。敵の単発技に勝ち合わせるっていうのもありですね。もうさっさと放出してしまいたいので、敵の攻撃が終わるまで待ってね、逃げてその隙の時間っていうんですか。要するに防御しなくていい安全な時間まで待ってから発射するとかじゃなくて、敵の攻撃自体にね、直接勝ち合わせてしまうっていうのが時間効率がいいですね。さすがにアーリマン系が消えた瞬間とか、竜騎士のジャンプみたいな超高速でね、画面外に離脱するみたいなのは注意しないといけないけど、溜まったら相手の確実な隙を狙いすましたり、時期を待たないでどんどん発射しちゃっていい技ですね。最後の部分さえね、引っかかってくれれば点数が入るので、そこだけ注意してください。サンダーストームはね、もう大昔のバージョンから通してずっと使える技なので、特に理由がないんだったら、賢者の塔以外でもサンダーストーム入れとけばいいと思いますよ。それからウィル・オビクスですね。アーケードモードにおける一番重要なアビリティですね。一定時間もしくは一定回数の攻撃までダメージを受けない盾なんだけど、これがないとね、クリアする上でも稼ぎでもね、いろんな意味で話にならないです。賢者の塔はね、敵の攻撃頻度が激烈に高いので、ウィル・オビクスなしとかありえないですね。まあ、ウィル・オビクスはね、脳死で入れとけばいいと思います。で、次がギガフレア。これは単体でね、暫鉄乱舞に匹敵するくらいダメージスコア比がいいんですね。ただし、いいスコアを得るには、乱舞と違って条件があるんだよ。それはね、60ヒット、フルヒット以上することだね。ギガフレアはね、段階踏んで分割で点数がもらえるっていう、ちょっと変わった技なんですよね。フルヒットのね、60ヒット未満になると、点数効率がね、暫鉄乱舞よりかなり落ちてしまうんですね。例えば60ヒットと59ヒットだと、たった1ヒットの違いで、今回のバージョンだと緑1で2万点違うんですよね。これ倍率3倍でやっちゃうと6万ですからね。ダメージほとんど変わらないで、4回覚醒サンダーストーム1回分違っちゃうんで、回数積み重ねると相当な点差になっちゃうんですよね。ギガフレはね、それと少々エイム作業いるんですよ。リーチこそ無限なんだけど、攻撃判定が小さいから、ちょっと動かれるだけで当たらなくなっちゃうんだよね。とにかく絶対フルヒット60ヒット以上取りたいので、動きが大きいやつにはね、ほんと注意が必要ですね。賢者の塔だと、オミトロンとかオメガが、初見とか戦った回数が少ないうちは、なんかよくわからない知らない動きで一瞬で離脱されてしまったりするので、視覚的にはね、これはギガフレアを打っちゃいけない時だなって判断できるように、少しプレイ動画見て慣れた方がいいかもしれないね。それとギガフレアはね、終始無敵ですね。時間は停止こそしないけど、境界転移発動直後みたいなスローモーションになりながら、発動直後から攻撃終わるまでずっと無敵ですね。だから相手の攻撃来た時にね、直接撃って勝ち合わせてしまうっていうのは筋ですね。賢者の塔だと FF102 で聞いたことがある人の死のルーレットとか、あの辺回ってるうちなんて倍率ゲージがあるんだったら、撃っちゃっていいからね。ああいう攻撃にぼったちでルーレットの当たらない場所に入ることにコミットしちゃってる人とかいるんだろうけど、無敵技を相手の攻撃中にね、打ち返すって感覚はこの機会に覚えてほしいですね。もう相手によってはね、倍率の維持がかなり大変なので、敵のクソ長い攻撃が終わるまでなんて待ってられないんですよ。3倍ついてるうちは敵の攻撃を受けてから、その隙の動けないところを狙ってとか、そんな相手のターンがね、終わるまで待つなんていうドラクエやる必要全くないから、動かない、もしくは動きが小さい。つまりフルヒット取れるって踏んだら、相手の攻撃中だろうはね、さっさとぶちかました方がいいです。時間内のね、発射回数、つまり回転率を上げるっていうのは時間短縮。ひいては点数取る上で今回重要です。マジでね、相手のターンが終わるまで待ってる必要とかないので、攻撃中にね、バッチバチ殴り返しに行きましょう。で、ラストが転生の炎。賢者の塔はね、アイスエイジはいらない。今回のバージョンでもね、アイスエイジは稼ぎに使えるんだけど、ここでは必要ないよね。っていうか、後から話すけど、アイスエイジやってたらね、戦速3の時間に間に合わないんだよね。転生はね、発動すれば自動で参加者全員に当たってくれる。つまりエイムがいらないから、倍率だけあればね、周囲の敵の位置とか見ないで即発射しちゃっていいから思考的にだいぶ楽だし、4体以上の敵にはね、1体につき2次1で4万のボーナスがつくから、明らかにね、4体以上いるんだったら狙いたい技なんだよね。雑魚がいっぱいいる時に倍率上げてね、なるべくたくさんの皆様を転生で炊き上げたいんだよね。できたら数回炊き込みたいよね。この辺はね、パターン作らないとダメだよね。それと転生は時間停止技なのよ。演出こそそんなに長くないけど、結構自分がね、混乱してる時に、どっからでもいいから発動だけしちゃって、その時間内でね、
現場情報を整理して落ち着きを取り戻したりとか、ウィルを回復までのね、時間稼ぎにも使えるから、実は市場価値が結構高いんですよ。リミットブレイクゲージがない、かつウィルを切れ、かつウィルオゲージがまだ戻らない中で、シグマやね、オミトロンがなんか踊ってますとか光ってますとかね、オメガがアトミックとか始めましたみたいなね、絶対絶命展開の時にね、とりあえず転生発射してゲージ回復の時間稼ぎの足しにして粘るっていうのはアーケードモードっぽい手筋だよね。前回のバージョンとかでもね、転生だと S 取れないからアイスエイジを使うみたいな考え方でしたね。逆に言うと転生で S 用が取れるんだったらそっちの方が話簡単なんだからアイスエイジやらなくていいよねみたいな感じではあったね。今回はどうなんだろうね。では話を進めましょう。ビルドの後半がアクセサリーですね。これはリバイブビットとビルオビクスの時間延長プラスを増すと、この2枠は絶対ですね。ではまずリバイブビットですね。今回の動画見てくれればわかると思うけど、もう体力を守るゲームじゃないよね。前回バージョンまではね、ヒットポイント重要だったんですよ。全体通してね、ダメージを食らわない立ち回りしてないと、ふとしたスキーにね、本当に一瞬でぶん殴られて即死して、1時間がパーとかね、普通にゴロゴロあったから、がっちりね、敵の攻撃から防御することを考えなければならないゲーム性だったんだけど、賢者の塔を見た限りでは、リバイブビットのおかげでね、そういう繊細な展開がほとんどなくなったんですよ。なんていうのかな、アクションゲーム的にライフ性から残機性に変わったって感じなんだよね。で、残機はね、リミットブレイクの個数基本満タンで4でしょ。リバイブビットによる自動リミットブレイクの存在で、即死がほぼなくなったから、リミットブレイクゲージの量が大事になったんですよね。つまり攻撃を食らわないで攻撃をうまく当てろっていう戦略じゃなくて、どんどん近寄ってたくさん攻撃してリミットブレイクゲージをどんどん貯めろって言うなれば死んでもいいから残機をどんどん上げろ、エクステンドしまくれって感じのゲーム性になってるんですよね。なのでね、俺のこの後のプレイもほとんど体力回復とかしてません。ないまま戦ってますね。体力よりもね、リミットブレイクゲージの数の方が重要だからですね。それと、ポーションの数はね、今回のバージョンで増えたんですが、賢者の塔に関してはね、あんまり関係ないですね。まあ、ポーションがね、大いに越したことはないと思うけど、俺はあんまり有効活用できてないね。まあ、ポーションの話は置いといて、普段はね、ウィル・オビクスをなるべくつけて、体力が回復しないでそのまま戦って、もし敵の攻撃をね、食らって自動リミットブレイクを発動したら、ウィル・オビクスとかね、無敵技、時間稼ぎ技を発動して、すぐリミットブレイクゲージを切るっていうのが基本的な立ち回りになるんですよ。L3、R3 と上昇して、すぐにリミットブレイク状態を解除するっていうのが大事だからね。のんきにずっとリミットブレイクを発動してる状態のままでいるんじゃないよ。切るっていうのが大事。石灯とかでもね、そうだったんだけど、今までリミットブレイクゲージはね、攻撃機会のない暇な時に発動して体力回復に当てていったと思うんだけど、今回はそれやる必要ないんだよね。それからね、次にウィルを延長プラス。これはね、特に説明いらないよね。作ってない人は作った方がいいよ。はい、この2つは超鉄板。ここまでは考える必要ない。それからね、空いてる3枠目。これは2択だね。簡単に言うと、ウィルを20延長か暫定一発満タンのどっちかだね。今の段階だととりあえず、この2つのどっちかでいいと思うけどね。道中ね、パターンがある程度できてるとか、オメガのね、ラストが大丈夫なら、ウィルを延長ノーマルの方をもう1個つける。そうすると、20延長になって、ウィルオ効果の時間切れなどは必ずウィルオが溜まってるっていう状態になるから、ウィルオゲージの確認しなくていいからすごい楽なんだよね。逆にね、パターンが敵の動きの知識が甘くて、斬鉄乱暴逃げられて外す可能性がしょっちゅうあるとか、オメガのラストが怖い。もしくは、戦速3の時間内に間に合わないって人は、斬鉄ゲージ 1.5 倍がおすすめ。1回の乱舞でレベル5まで溜まるので、やっぱり勝つまでが早い。他の敵はね、ダメージスコア比が悪すぎるから、とどめ以外でレベル5は打たないんだけど、オメガはね、倍率3倍が維持できていれば、レベル5打ちまくってもね、リージョン16が S に届くから時間短縮になるんだよね。ウィルを確認がいらない作業的な落差を取るか、乱舞外すのを怖がらなくてもいい安心感を取るか、どっちでもいいですね。どっちでもチャンピオン取れますね。好きな方でいいと思う。ビルド編は以上だね。ではガイダンスも最後で稼ぎ方編に入ります。前提としてね、召喚獣にガルーダがいて、アビリティにウィルをいくつ持ってればいいから。まずね、最重要な要点があるから2つ覚えよう。1つ目が戦速3の時間内でクリアすること。賢者の塔くらいのね、長さと取れる点数だったら、戦速2と3では同じぐらいのプレイでもね、1000万以上とか差つくよ。雑魚4匹以上にシコシコアイスエイジやってたり、強敵にね、サンダーストームばっかりやってるバージョン 1.1 みたいな小さい稼ぎの差なんて、戦速ボーナスの差で軽く逆転できちゃうからね。リージョン評価はね、それに伴って S にこだわらなくていいと思う。大事なのは総合評価で S を取ることで、場合によってはね、A でいいからとにかくスピード重視。まあ、ランキングとかね、やる人でもね、チャンピオン評価で戦速3が取れて、なおかつかなり時間が余ってるんだったら、その手の細かい稼ぎやればいいと思うよ。まあ、俺はチャンピオン取れれば満足だからやる気はないけどね。
それから2つ目、倍率マネジメントを把握するってこと。まあ、これちょっと抽象的な言い方だけど、以下で説明する。倍率はね、それとどう上げるかだけではなくて、どうやって維持するか、下げないかも大事なの。とは言ってもね、やることそんなに多くないから、要点しっかり持ち帰ってね。それじゃあね、倍率の上げ方を解説する上で、1個だけね、必須のテクニックがあるから、まずそれをできるようになってください。1つだけできるようになる。それはね、マゼックバーストコンボ。これね、絶対できるようになってください。これ今までね、アーケードモードでは使わなかったんだけど、今回のバージョンではね、多分マストになる。できないとダメ。ちなみにこれ赤道ハード、7つ星の英雄でもマストで使えます。知らなかった人はこの動画で絶対覚えること。まあどうなってるのかっていうと、普通のさ、四角ボタン連打のね、初心者ご用達のガチャゴスリコンボあるでしょ。4段攻撃でしょ。その隙間に全部マジックバーストを混ぜるの。一切り一切りに一発一発マジックバーストがつくから、全部でね、4段攻撃の2倍の8段攻撃になるわけ。これはね、ゆっくり交互に四角と三角ボタンを押せばいいんだよね。右下のね、ボタンを押されてるところを見てほしいんだよね。格ゲーのね、チェーンコンボ手続き系よりだいぶ遅いから。ちなみにこれ空中でやると3回攻撃にマジックバーストが混ざって倍の6段攻撃になる。これね、必須テクニックだから知らない人は絶対できるようになってください。意識しないでできるようになってね。倍率の上がり方とかもウィルをつけると結構高いでしょ。周りに敵がいてガチャガチャやられてても落ち着いて決めるんだよ。毎回毎回安定するように練習してください。ではね、これができてる上で倍率の上げ方の話に戻るんだけど、3パターンね。まず1つ目、雑魚強敵ともにウィールをつけてマゼックバーストコンボ。2つ目が雑魚にエリアルマゼックバーストコンボ ×2 を2種類。2種類はこの後説明する。で、3つ目が強敵に飛びかかって空中で無理やりマゼックバーストコンボ。強敵怠慢時は1でいいんだけど、雑魚はね、囲まれると1だけだとね、あっという間にぶん殴られまくってウィルを吐かされて辛いので2を使うってことね。で、2が重要なの。で、2はこうやって使います。ちなみにね、エリアルってのは空中のことね。ウィル・オー・ウィックスがついてるときは、ジャンプ、エインブレイズ、ストンプ ×2、エインブレイズ、エリアル、マゼック、フルヒット、6段 ×2。これが超おすすめ。×2 が2箇所あるでしょ。これがポイント。めっちゃ溜まる上に、なんか上空高くで長期滞在してるから、周辺の奴らにね、殴られないで安全なんだよね。もう飛び道具だけ見てればいい。また、ウィリオがね、ついてないときはね、ジャンプ、エインブレイズ、ストンプ ×2、エインブレイズ、エリアル、マゼック、ラストバース5段、エインブレイズ、エリアル、マゼック、フルヒット6段。これがいい。ウィルオが切れてるときはね、1回目の空中マゼックコンボを最後マジックバーストを出さないで、2回目のね、エンブレイズが空中マゼックにつなぐと。正確に言うと、ウィルオがないと1回目の空中マゼックコンボが最後まで当たらないんだよね。ここでね、マジックバースト全部打ち切っちゃうと、不安定になっちゃうんだわ。だからちょっと抜いた方がいいね、これね。それから相当な量貯めれるし、アビリティゲージの稼ぎのね、時間も稼げる上に、地上にいるよりだいぶ安全だから。で、重要なのは2回やるってことね。1回しかやらないと、倍率ゲージのね、上がり方が微妙なの。レシピ通りにね、2回きっちり入れれば相当溜まるんだよね。これをね、雑魚が多いところで繰り返していけば、すぐ倍率はね、3倍になる。ただね、はっきりしたことが今の時点で全体はよくわからないんだけど、その中でもね、はっきりしてるのは、同じことばっかりやってると、明らかにね、倍率ゲージの上がり方が悪くなるんだよね。同じ技ばっかり使ってるとか、同じ敵ばっかり攻撃してるみたいな。だからね、1とね、2、3のどちらかを交互にやっていったり、間にね、サンダーストームとかウィルオ付きザンデズランプを混ぜながらやるっていうのがいいと思う。時間がね、少し空いてもね、上がり方が復活したりするから、この辺はね、まだまだ要研究だよね。余裕があればね、雑魚敵だったらロックして攻撃する敵をコンボごとに違う雑魚に変えるとかすると、倍率ゲージの上がり方が鈍化しづらくなってるような気がする。ここはね、今の段階でははっきりしたことはわからない。次にね、倍率の維持の仕方。これは3つ覚えればいいかな。強敵はね、ウィルをつけて密着してればいい。
ザコは倍率を上げる行為をやること自体が維持の仕方になってるんだけど、ウィルをつけてね、集団の中にスナップで特攻しまくるっていうのは結構おすすめ。それと、やらないよりはやった方がマシってレベルなんだけど、覚えておくといいのが魔法ボタン連打。ゲージはない、くっつけないとか、とにかくやれることなくてね、困ったら魔法連打しな。三角ボタン連打ね。もう動きが速すぎたり、攻撃がうるさすぎて、くっつけない相手も結構いるから。倍率がね、落ちるのを止めてくれるわけじゃないけど、鈍化はさせてくれる。ここまで抑えればね、現場判断アドリブでやるんじゃなくて、各リージョンでね、方向性が決まって、プレイが作れるようになります。ザコでね、空中マセクコンボに、強敵にコンボ1で倍率を3倍まで上げる、強敵が急ぎだったら3もやる、それからウィルをつけて、強敵に張り付いて倍率1、アビリティが溜まったら高倍率の時に発射すると。で、ザコ含め4体以上に転生の炎を狙ったり、ザコ含め4体いないんだったら、貫通ギガフレアで60ヒット以上狙うと。それと強敵と対マンだったら、ギガフレアフルヒットも狙う。それからリージョンの最後の最後とか、その場の最後のとどめでね、暫定剣レベル5を打つと。まあ、こういう構成パーツたちでパターンを作っていけばいいわけだね。まあ、現場のね、細かいところは説明しきれないので、この後のね、実際のプレイ動画の部分を見てください。いつ何をやってるかで、ほとんどね、以上まで説明した考え方にのっとってやってます。最後にね、補足として、諦めるところはね、ちゃんと諦めた方がいい。もう敵もいないし、敵の体力もないとか、アビリティゲージも溜まるまで倍率維持すら苦しいときは、もうさっさとね、レベル5とか、その場で一番ね、点になりそうな行動、アビリティ技でフィニッシュして先に進んだ方がいいです。今回の俺のプレイは1時間30分かかってんだよ。戦速3の締め切りが1時間40分だから、マジでキッツキツなのよ。ガチでスピード重要だから、諦めるところはね、ちゃんと諦める練習することを強くお勧めします。こだわればね、いくらでも小さい点なんで拾えるんだけど、多分今回のバージョンってそういう方向性じゃないと思う。戦速3をちゃんと取ってくださいっていうバージョンだと思う。それと全部がね、全部予定調和するってことはそうそうないです。多少失敗しても、今回紹介した方法を使えばチャンピオンは取れます。ちなみに、チャンピオンのね、獲得条件はね、ちょっと独自調査したんだけど、8000万だね。8000万。つまり8000万割る 1.5 で5334万を1時間40分以内で取れれば晴れて合格。検討になります。それじゃあね、長らくお待たせしたんだけど、プレイ部分スタート。くそ、敵が襲ってくる。やるぞ。分かってる。まずはこいつらを片付けよう。氷よ。風よ。オーディ
ゴブリンは外にいた奴ら飛ばした。ここから現れたのか。クリスタルがこんなに。出どころのようだな。ということは、ああ、ここが賢者の塔に違いない。なんなんだこの化け物。今のは奴の声だ。二人とも急ぐぞ。なんて
動きをなめてかかるとやられるぞ。
さっきのが人造コアならあれがマザークリスタル代わりか。信じられないよ。ここは行き止まりのようだ。どこかに道は。この辺りを。これは昇降機か。この装置は。中にいるのは魔物。でも何を。マザークリスタルを作るのに必要だったのかしら。不気味ね。まだ生きてるぞ。襲ってくる。二人とも気をつけて。空の文明の民はなぜこんな魔物たちを。この異物、どうやら動いているようだ。
あのうちにいろいろな魔物がクリスタルとどんな関係か。
きる相手じゃなさそうだ。闇よ。なんとか倒したか。ただの魔物とは思えないわ。黒い魔物、まさか作られた。この昇降機も生きてる。
これを使ってなんとか先へ行けそうだ。ああ、このまま進もう。コアはどこかしら。あれを見て。飛空艇、こんなところに。賢者の塔からも飛び立っていたのか。空挺格納区画に侵入。開始せよ。敵だ、兄さん。ここまで来たならなぎ倒すまでだ。
気をつけて。何が起こるかわからない。ああ、分かってる。辺りの警戒を怠らないようにしよう。この黒いものは何なの？脈打つように動いている。
こか。やみろ。中に黒いものが。それにまるで生きてるみたいだ。タブルスこれもゴブリンと同じ大昔だ。
警告。起動工程を実行。なんだこの嫌な気配は。また異物が。調べてみよう。
しおそらく黒い魔物はここで作られたんだ。魔物を作り出すか。同心兵器を緊急起動。同心兵器だった。あれを人造コアだ。
動きが止まった。透滅対象の脅威を修正。人造コアの出力上昇。波動器官の接続を承認。オメガウェポン解放。兄さん、何をするつもりだ。あれは腕。ここからが本番というわけか。何を
こしていたとは。そこか。闇よ。氷よ。あるんだ。
次元圧縮全滅体制移行。今度はなんだ兄さん、このままだとまずい。いいか二人とも、一気に行くぞ。クライブ、あたりの様子が。急いだ方が良さそうだ。